どうも、ゆずきゆかりです。どうも、キズナあかりです。さて今回は、ポジティブ思考って流行ってた割には、実際にはそんなに効果ないよねって話をしていきます。ポジティブ思考ですか？まあ、自己啓発や動画などでもポジティブになろうぜ。的な話は結構見聞きした記憶がありますけど、今はいろんなところでポジティブという名前を目にするわね。さらに心理学ではポジティブ心理学というものまであるからね。あと、ポジティブという言葉を使わずに、自己肯定感というワードを使って語られていることもあるわ。つまり昨今では気分や行動力をつけたい人が増えたことで、ポジティブに関連したいろいろなものが流行っていたということですね。そう。でも問題は、そのポジティブが、コインの表だけしか見せていないということよ。なので、ここからは、ポジティブの影響力を科学的に見ていきたいと思います。まず、ポジティブといえばポジティブ心理学ですが、このポジティブ心理学の代名詞といえばこの方、マーティン・セリグマンです。彼の著書の多くでは、ポジティブによるいい影響が語られています。また、自己啓発でも似たような話が語られ、まさに、パイオニア的な存在となっています。しかし、そんなポジティブ心理学ですが、実際に効果があるのか調査が行われました。それは、オランダのトリンボス研究所によるもので、2013年の系統的レビューでは、過去に行われた39件のポジティブ心理学の研究をまとめ、一つの結論を出しました。その論文では、ポジティブになるためのテクニックとして使われる、毎日ポジティブな体験を記録する、感謝した体験を記録する、前向きな目標を設定する、やりたい夢や未来の自分について書く、ポジティブな自己イメージを思い描く、コーチング系全般の効果についてチェックしました。実際に自己啓発などで使われるテクニックを軒並み調査したわけですね。ちなみに、ポジティブ系の自己啓発で、こうしたテクニックをやったことがない人は、教えた人間が考えた独自のテクニックの可能性があるので、そもそも科学的な根拠は皆無ですね。さて、実際に調べてみたところ、何が分かったのかといえば、ポジティブ心理学のテクニックは、幸福度に与える効果が非常に小さく、テクニックを使ってから3ヶ月から1年も経つと、さらに効果は減ってしまう上に、気分の落ち込みなどに与える効果はほとんどないという結果でした。確かに効果はあるものの、ビジネス書や自己啓発の世界で言われるほどのメリットはなさそうです。これについて研究者は、今回のメタ分析は、主観的な幸福度やメンタルヘルスの向上、そもそもうつの減少のために、ポジティブ心理学のテクニックが役立つ可能性を示した。ただし、この効果は限定的で、短期間しか続かない。また、このメタ分析では、効果量も非常に小さかった。簡潔に言えば、ポジティブ心理学のテクニックは、統計的に見ると、そこそこ効果ありですが、現実的な効果は、ごく短い間しか続かないようです。つまり、全く効果がないわけでもないけど、長続きしないってことですね。そう、そこが厄介なところでもあるの。全く効果がなくてどうしようもないなら、すぐに気がつく人もいると思うけど、ごく短い時間で見れば効果があるので、まるで薬みたいなのよね。でも、仮に一時的だとしても、ポジティブな感情になれてパフォーマンスが上がったりするのなら、それでも良いと考える人がいるかもしれません。しかし、ユタ大学の実験では、人がポジティブ思考について思う期待値と実際の効果のズレについて調査を行いました。事前に、あなたは数学が苦手ですと言われて、気持ちがネガティブになった状態で数学テストを行うグループと、事前にあなたは数学が得意ですと言われて、気持ちがポジティブになった状態で数学テストを行うグループに分けて、どちらのグループの方が成績がいいかを別の第三者に予想させました。すると、全員がネガティブな方が成績は悪いと予想しましたが、実際はネガティブでもポジティブでも成績はほぼ変わりませんでした。また、別の実験では、参加者たちに創作作業をやってもらったものの、ポジティブな状態で挑んだ参加者は、5% 程度しかスピードが上がらず、統計的に見ても優位な差が出ませんでした。一方で、作業の結果を見守った参加者たちは、ポジティブな影響を受けた人の方が、平均で 33% ほど成績が上がると予想しており、こちらも大きな食い違いが出ています。これについて調査を行った研究者は、私たちは
良いパフォーマンスを発揮するためには、ポジティブな状態が必要と考えがちだ。そして、周囲にもポジティブさを期待するし、ポジティブに価値を置く。しかし、それが実際に役に立つかは別の話だ。と述べています。明るくて元気でハキハキしている人ほど仕事ができるように感じますが、それは明るい人の方が目立つだけで、本当に仕事ができる人は暗い感じでも仕事ができるのかもしれませんね。まあ、一緒にいて楽しいかは別の話だけどね。またポジティブ思考は一時的に気分を良くするけど、長い目で見ると精神に悪影響があるのではないかという研究を紹介します。ある実験では、67名の学生を対象に、全員に架空のシナリオを想像してもらいました。具体的には、クライアントにビジネスの拡張を提案するところをイメージしてくださいといった指示を出して、学生に自分の空想のポジティブ度にランクをつけさせて、その作業を12パターンも繰り返しました。その結果は、前向きな空想をした学生は、その直後には気分が良くなったが、1ヶ月後にうつ状態が増加していました。普段からポジティブな想像をする学生ほど、長期的にはうつ状態になる可能性があり、その効果は7ヶ月後にも確認されました。もちろん、この実験一つでは、ポジティブがうつ病の原因になるという結論は到底できませんが、人によっては、ポジティブがむしろ悪影響になる可能性を示唆しています。また、調査を行った研究者は、現代は今までになくポジティブシンキングがもてはやされる時代だ。自己啓発のマーケットは、ポジティブ思考によって拡大を続け、今や96億円の規模を持つ拡大市場になっている。しかし、今回の発見は、私たちや社会全体の長期的な幸福感に、自己啓発マーケットが悪影響を及ぼしている可能性を示す。と述べています。まあ、なんでポジティブでいることが、後々ネガティブな影響を与えてくるのかはわかりませんが、もしかしたら、妙にポジティブに物事を考えてしまうと、実際にうまくことが運ばなかった時に落差が生じてメンタルが悪化してしまうのかもしれませんね。可能性としては十分にあると思うわ。他にも、2011年の論文では、ポジティブ思考な人ほど目標を達成できないという結果も出ています。これは、研究者が学生を2つのグループに分け、一方のグループには最高の週末を想像してもらい、もう一方には普通の週末を想像してもらいました。その1週間後、学生たちを再調査したところ、最高の週末を想像した学生ほど、設定した目標をこなせなかったそうです。調査を行った研究者によれば、ポジティブ思考は、あたかも自分がゴールに近づいたかのような感覚を与えてくれるが、逆に目標を達成するモチベーションが下がってしまうと述べています。ここまではいろんな研究を見てきましたが、むしろ逆にネガティブ思考ってメリットとかあるんですか？いや実のところ、やたらとネガティブで良いという研究はなかなかないのよ。ネガティブという感情について考え直すことでデメリットを防げるのでは？みたいな研究はあるけどね。例えば、ネガティブな感情をネガティブに思うと、ネガティブの悪影響は増すかもしれないということをカリフォルニア大学が調査しました。まず、1003人にオンラインでアンケートを取って、自分の感情に対して、そんな風に考えてはいけないと言い聞かせることがあるか？というような質問に答えてもらいました。その上で、すべての回答を分析したところ、ネガティブな感情を悪く思う人ほど、人生の満足度や幸福感は低い傾向にあったそうです。さらに、別の実験では、200人を対象に、過去の嫌なことを思い出してもらうという作業を指示し、その6ヶ月後にメンタルをチェックすると、ネガティブな感情をネガティブに思ってる人は、半年過ぎても、過去の嫌な体験を引きずっていたそうです。また、別の論文では、2324人を対象として、8カ国の学生に質問紙を渡して、ネガティブな感情について、どういう態度を取るかを調べました。その結果は、アジア、欧米、中東といった異なる文化圏でも、ネガティブな感情をありのまま感じられる人の方が幸福度は高かったそうです。つまり、頑張って良い気分を味わおうとするよりも、今の気分を正しく感じる方が重要なようです。調査を行った研究者によれば、幸福は単純に快楽を感じるだけの話ではないし、痛みを避ければいいという話でもない。
幸福は自分が正しいと思う意味や価値を体験するところに生まれる。これらの体験は状況次第でポジティブにもネガティブにもなり得る。と述べています。つまり、食事の栄養バランスと同じで、ネガティブやポジティブも、どちらか一辺倒にならないように注意しないといけないってわけですね。まさにその通りね。ネガティブな人が極端にポジティブな考えにシフトする必要はないけど、だからといって、あることなすことすべてをネガティブに考えていたら、それも心身に悪影響があるかもしれないから、そこは注意しておかないといけないわね。これからは、自分のネガティブやポジティブといった考えを否定せずに、反対側にある思考をちょっとだけ取り入れてもいいかなと思いました。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。